たいなこう来るんやけど。あの子めちゃくちゃ美味しそうに食べる。なんか幸って感じの顔で食べとった。可愛かった。美味しかったよ。かもしれん。美味しそうに食べる。メッシュの違う生地をちょっと一緒に合わせて。この神戸牛のお肉はソースのコクを出すために使われる。そうですそうです。で毎日なんとなくソースの味が違うと。研修みたいなこう来るんやけど、その時は測ってもらうんやけど、割合がね全然北海道江別市のところに加工会社あって、そこから前は大山のベーコン使っとったけど、金額的には折り合えへんようになって、でちょっと探しで北海道の方、鳥取から北海道とかもうすぐ値段上がっちゃうから、このとして、なるべくね、一応値段変えんとやりたいから。味はそんなに変わらない。そうですね、ただちょっと燻製の味が強いから美味しい、これが美味しい言うと思うけど、前の方があっさりしとってよかったな。18年前かな、2007年の3月、ここだけやったんで、何屋ができるかわからんから、その前で覗きに食べるんじゃなくて覗きに来て、でここでハンバーグ、もうこの作りは前と一緒なんで、ここでハンバーグ焼いてるのが珍しくて、普通オープンしたらそんなすぐ行列なんかできないけど、その日からバーッと並びに行ったりして、普通の調理場って奥に作っちゃうでしょ、もう店手前、あ、いいですね。もうちょっとね、格好悪いかもしれんけど、店を、だから今でこそみんなそうしてやってるけど、そんな店ってあんましなかったんですね、もう20年前になって。だからやっぱりバーッと気になって並んだし、洋食の方、結構長い。18からやから、ちょうど18年ぐらい。関西人というか大阪の人っておばちゃんとかアメちゃんとか
何々ちゃんとか、そういう何でもちゃんつけるでしょ。でも天然もなんかちゃんつけたいなという。で、まあ夜のワイン売りたかったんで、お前やったらハンバーグちゃんでもよかったんやけど、もうそれはちょっとかっこ悪いんや。ワインちゃんにしよう。ね、そうですね。通ってから焼く。もうスピードは関係ない。焼いたものをその場で食べてもらう。通常ランチタイムって焼いてオーブンに放り込んで保温しとくとか、そういう店いっぱいあると思うんですよ、本町って。ね、来てすぐ出して回転求めて、そんなのもうやめようと。来てから焼いてそれを美味しく食べてもらおう。だからまあ目の前でやってるんで待ってくれるんですよね。通って焼いてそれを出すと、この繰り返しですよね。だいたい10分前後でお客さんのテーブルには着くかな。まあ最初の一発目だけがちょっと時間かかっちゃいます。あとはずっと入れ替わっていくんで、10分前後ですね、お客さん待ってる。そのワクワク感みたいなのありますね。今焼いてもらってる。そっちの方を大事にしたいな。お箸で食べるっていうことと、まあ、トッピングの多さですかね。わさびやおろし、ベーコン。その辺は、まあまあ、多いんじゃないかなと思うんですけどね、その種類が。あと、ご飯に合うようにソースをワッフルベースにしてるので、オーブントーストはドミグラスソースっていうかないのとか、それでやっとったんですよ、何ヶ月かは。けど、やらせてもらったら結局ワッフルの方が圧倒的に多いんですよね。そんな手間かけてやる必要あんのかな。で、ワッフル1個。あ、そうですか。並んで食べるのが嫌な人も多いんで、夜だと、まあお任せ料理なんですけど、その中にハンバーグ入ってるので、予約ができるという。なら、座って予約で食べれる。またお昼の慌ただしい中で食べるのとまた違うし、で夜は若干肉の配合も変えてある。あ、そうですか。はい。夜はもうこの赤身が和牛に変わったり、普段食べてはる人が食べたらなんかちゃうね。けどそれでも昼の方が僕は好きやっていう人もたまにいてはるんですよ。ちょっと昼の方が柔らかいんですよ。じゃあ夜の方がちょっとより肉々しい。そうですね。肉感がさらに増してるんで、はい。魚はね当日にですね。契約してる魚屋に何があるの、だからもう毎日メニュー変わってますね。その中で特にちょっとこれ食べてほしいなとかハンバーグとそのジビエとか結構やってるんで。ジビエもするんですか。はい。鹿肉とかエゾオロチカとか黒ラムとか。最近ではその2つが多いですけどね。今日のメニューにはないんですけど、鹿からも絶対ありますね。やっぱり鹿肉やったらもう冷凍してないやつ、そのチルトで出ないと買えへん。できる限り冷凍じゃないものを使いたいから、夜は。はい。やっぱこう冷凍するとドリップとか出ちゃって美味しくないんで、こんな感じで、これ明日から今まではこう明日からの絶対このハンバーグのお肉ってこう今まで産地とか変えられてるんですか。いや変えてないんですよ、ほとんど。これね、国産とオーストラリア混ざってる。
お昼はやっぱりね、お客さんが行く時にやっぱり固まっちゃうんで、昼のピークのハンバーグの調整は一応しますね。多分もう慣れてるんでね、そこまでは焼き加減ですね。で、まあまあ、そうですね、焼き加減。あとタイミングもそうですしね。なるべく一人のお父さんは出したくないんですけど。だから大変な時でね、安い米使うとこの辺の人って割とね、ええもん食うとるからね。で、家でね、米まずなったな言われたら、ハンバーグうまいから、なんかちょっとショック受けるんですよ。お米やってのハンバーグ。そうです。だからそこですね。お米はあれですか、ハンバーグにより水加減がちょっと調整されてる。そうですね。割と固めですね。もう米炊きのプロがいてます。米仙人。米で。あ、せんとか。11時半からですね。みんなちょっと早く来る。今日まだ雨やからこんなの。なんか知らんけど。百貨店とか行ったら手袋してやると、ね、分かるんですけど、そこまでね、でその場で焼いてるから、ほんまに素手でいいけど、本当は怖いんですけどね、百貨店とかないと。前日から仕込んだりしてるの。ただね、合わすのはもうほとんど当日合わせてるので。焼く前だけにできるだけなんで、日本人でも理解してる。はいよ。
ベーコン大好き。ベーコンをさらに全部のせにトッピングするという。これ食べるのがワインの入れるすごいボリューム。えげつない。はいよ。あ、ごめんなさい。オッケー。さんお待たせしました。コーヒー置いてないからめちゃめちゃ早い。大体みんな待ってはると思うから出てきてくれる。お待たせしました。西洋わさびを2つ。はい。手パン水に気をつけてください。夏の時期やし、食中毒とか怖いから、やっぱり風評気はダメですよね。こんな食材切るのもなるべくその都度取った方が安心かな。お兄さん横どうぞ。ファミレスとかであるでしょ。名前が深みないんですか。覚えてるから。ここまで。片付けますわ。まだ掃除ない。さっきさ、ロシのお姉さんね、あの子めちゃくちゃ美味しそうに食べる。
なんか幸って感じの顔で食べとった。可愛かった美味しかったよ。かもしれん。美味しそうに食べる。いきます。どうぞ召し上がってください。はいよ。はい、お願いします。めちゃくちゃやるよな。もう明日から当然ハンバーグをね、お昼やってると。ここはもうずっと変わらないですね。このハンバーグ1本がぶれたら、その時はもうお店の名前変えるとき。とりあえずワインちゃんっていう名前があるのにハンバーグ屋さんやの。まあそれはそれでちょっとこういうなところもあるけれども、認知されてくる。だからそこはもうね、あそこやのエビフライ屋やろとかそんなんじゃまた違いませんか。ハンバーグ屋さんとそれはすごいずっと続けてみたい。池田出身なんですけど、池田にピザ屋でちっちよっていう。ここは美味しいですね。結構行くんですけど。ちなみにこれが美味しいっていうのはあるんですか？もうピザ全体が美味しいんで、トッピングいっぱいあるんで、値段も安いですしね、美味しいです。ピザ屋さんとあとよく行くのが、まあベタなのですけど、焼肉の万両さんによく行くんですけど、そこ本町店はすごいワインが多くて、よその万両よりはワインのラインナップが多いから、その肉飲むのもまあ当然あれなんですけど、ワインを飲みに万両に行ってると、そのついでになんか肉を食べてると。なるほど。このマリアージュ。そうですそうですそうです。はい。だから肉を焼肉行こうかじゃなく、万両にワイン飲みに行こうかっていう。まあもう趣旨間違ってるかもしれないですけど、そんな感じですね。結構ラインナップ多いですね。よその万両よりは明らかに多いです。はい。美味しいです。ありがとうございます。